稲妻城で白鷺の姫君を知らぬ者はいない。彼女のことを聞けば誰もがこう語る。稲妻の名門たる上里家の姫君にして鶴のごとく気高く端正であり、窓辺に花を添える小鳥のように優しく、波乱の世に希望を与えていると。かように完璧であれば無論文武両道でもある。上里彩香が刀を握った時、相手は後悔の念を抱くだろう。上里彩香、参ります。稲妻上里流太刀術免許皆伝者である上里彩香は、百練自得の剣術と氷元素を操り、目にも止まらぬ攻勢で敵を倒してゆく。社奉行上里家の令嬢として多芸多彩な彼女は、剣の道だけでなく武器の質を高める術にも精通している。上里彩香が武器突破素材を合成するとき、一定の確率でアイテムを2倍獲得可能だ。上里彩香の通常攻撃は最大5段の連続剣撃で物理ダメージを与える。攻撃ボタンを長押しするとスタミナを消費し、連続する剣風を放ち物理ダメージを与える。ダッシュ時、上里彩香は氷に身を潜め、寒流となって素早く移動する。散歩状態の時は水面を高速移動することが可能だ。散歩状態終了時、周囲の敵に氷元素を付着させ、自身も短時間の氷元素バフを獲得する。その後、上里彩香の攻撃は氷ダメージに変わる。天賦転換の鮮明のりと解放後、散歩終了時に放たれる氷が敵に命中すると、上里彩香のスタミナを回復させ、同時に一定時間氷ダメージが上昇する。この効果を活用すれば、上里彩香は遊魚のごとく戦場を行き来し、戦局を変えられるだろう。袖が踊るは刀の舞、下の刃先に評価が咲く。元素スキルを発動すると氷の花を咲かせ、周りの敵をノックバックし、氷の範囲ダメージを与える。天賦雨包み国包みのイハヒごと解放後、上里流評価を放つと自身の通常攻撃と銃撃ダメージが一定時間上昇する。上里流消滅。上里彩香が表層を集めることで下みゆきの関の戸を発動する。鋭い刃のような霜風が放たれ、進行中に触れた敵を持続的に切り裂き氷ダメージを与える。終了時再び氷範囲ダメージを与える。たとえ戦いの中でも上里彩香は優雅さを保つ。献身の道を上里流太刀術に落とし込んだ彼女は、雪に舞う鶴のように冷たい草加で敵を切り伏せる。戦闘中、上里彩香は散歩によって素早く敵に接近し攻撃を仕掛けることが可能だ。そして多様な氷元素攻撃を生かし、チームメンバーとの協力で敵の動きを阻害しながら通常攻撃と銃撃で相手を倒すといい。最後は元素爆発で大ダメージを与えれば幕引きだ。稲妻の者が社奉行を語るとき、往々にして上里彩香の所作と穏やかな言葉遣いを称賛する。そして白鷺の姫君の名を口にするとき、そこには彼女を慕う気持ちが込められている。だが上里彩香の心の奥底にある本当の姿を彼らは知らない。社奉行上里家の姫君として
上里彩香は一族の責務と世間の期待を担うだけでなく、その胸の内に夢も抱いているのだ。長い時の中、彼女が欲するのは肩を並べ、共に茶を飲み、剣を構え、前へと進めるものなのかもしれない。